韓国ソウル地下鉄巨大駅。着いたで着いた。ソウル教育大や最高裁にあたる大法院がある京で、さて今日行くところはこっち。この辺は言わずと知れたグルメの激戦区でもある。そんな巨大の街をこちわさびが今日も行く。今日はだいぶ変わった料理を食べに行く。そんなお店が巨大にはある。あれ、なんでこいつも巨大におんの？お店こっちやねんけど。ちょっと失礼。スケール感はだいぶちいちゃいねんけど、俺が知ってるあいつよね。うちの地元の大観光地。胸にはスミロー。なんやろこれ。お店の名前かな。キャラメル1個で1粒300メートル走れます。グリコの箱に書いてあんのよ。今でもあれ書いてんのかな。あれ、俺の耳にはかすかに聞こえた鶏の鳴き声が。やっぱりここ鳥料理のお店やんの。結構雰囲気ええし。この動画がアップされてる日は韓国ではマルボ、暑い夏に3回やるスタミナ料理を食べる最後の日だから、今日は狙ってそれを食べに行くんやで。ここではないけれど。さあ、この暑い夏をイヨルチヨルで乗り切らなあかんやろ。着いた。早くもっこし。タギオないけどヒブルタオ。今日のお店は三代三下チャンイン。店頭のメニューには英語の他に中国語日本語も書かれてる。これはあれちゃうの？鶏がパリパリになる機械ちゃうの？100年店にも選定され、国際調理産業名人って書かれてる。そんな名人にイヨルチヨルの手ほどきをしてもらおう。今日のお店に入店です。こちらのメニュー、サムゲタンは全部で4種類。小さく書かれた普通のサムゲタン、そして松の実のサムゲタン、緑豆のサムゲタン、最後になんとよもぎのサムゲタン。日本人好みって書かれてる。俺のことやわ。あとはタッポックンタンやチョンギクイが書かれてる。お酒の種類も薬酒からマッコリまでいろいろある。じゃあ注文していこう。뭐 드릴까요? 쑥 삼계탕 하나랑요. 하나는요. 전기구이 하나 주시고 하나요. 진로 한 개 주세요. 지금 네. よもぎのサムゲタンを頼んでやった。正直俺ここでしか見たことないからな。壁にはデカデカと魂込めて作ってますってことかな。そして準備されたお皿の下にもなんか書かれてる。一異業。あんまり日本では使わん言葉やけど、調べてみたら地に足をつけて現実の仕事人生を歩むことらしい。やばい、俺のこと見透かされてる。壁には3代という名前にふさわしく初代2代3代目の方の写真も飾られてる。そんな時に運ばれてきた基本のおかずは角的ニラの和え物、唐辛子とニンニク、そしてサムジャン。ほんできた。サムゲタンのトゥッペキの横にはこいつやでぐる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 。ガマちゃんと国旗用のコラボレーションやでローリング。俺も汗にじみ出てるけどグラスも汗かいてるやん。熱を熱で制す前にやっぱり言ってまうのよね。本日の一杯目。ガマちゃんの通り道が鳥のように暴れ出してる。マルボ君や鳥の力で夏越えん。ありがとうございます。ここからはお決まりのコース。みっぱんちゃんがおつまみになる。こいつはよく使った角的。これはサムゲタンに合うやつや。口の中には酸味がジュワジュワ。早くも唐辛子に手が伸びる。サムジャンを適量つけてあげ。ちょっと周りの音と被ってもうてんけど、そんなことは関係あるかと手は動く。部活帰りのポカリのようにガマちゃんを入れていく。
汗じゃなくて人生が染み出てる感じ？どういうこと？半分残ってたこの唐辛子、勢いよく噛んでると何やら気配。きた。なんというビジュアル。これなんよ。この唐辛子と色ほぼ一緒。見た目だけでも体に良さそうなこのサムゲタン。自分の目の前に引き寄せる。勢いよく立ち上る湯気に乗ってよもぎの香りがかすかに鼻孔をくすぐる。まずは鶏肉の確認。そこまで大きい鶏ではないけど秘めた力は無限大。あかん。鶏肉見てるだけでよだれが溢れ出す。だからやっぱり一口目はこいつからいかなあかんやろ。本能に任せて引き上げたら結構湯気出てんのに結構デカめ。これは一口では無理。いくら熱を熱で制す言うてもあの湯気の量は無理。本能とスマホのバッテリー残量だけは信じられへん。よもぎの草原から顔を覗かした鶏肉をフーフー。そして一口。雷に打たれた。そこは香り漂う草原やった。まずは気になるよもぎやけど、そこまで青々しさはない。それよりもまずびっくりしたのは鶏肉がないの。なんで？確かにさっき口に入れたはずやねんけどな。ってことで残ったもう一切れをパクリ。こうやって食べてるやろ？口動かしてるやろ？骨は出てくるやろ？でももう口の中にはないの。これちょっと大げさに聞こえてるかもしれんけど、マジで肉柔らかいねん。俺顎あるよね。その確認のために角的を食べる。噛むというのはこういうこと。でもマジでさっき溶けてんけど、部位も柔らかい部位やったからやねんけど、だからといってあんな溶ける？これ何？真夏のメリークリスマス。プレゼントはもち米やった。肉の中にお米入ってへんかったんよ。じゃあこれはちょっと後でのお楽しみ。さっきはお肉やったから次はスープ。スプーンですくってごくり。スープは濃厚でトロトロしてんねんけど、よもぎの癖っぽさが一切ない。ちょっとこのスプーン小さすぎるわ。俺は大胆に行きたいのよ。ゆっくりと慎重に、しかし迷いなく。鉄壁からお玉で熱ごとすくい上げる。かすかに香る緑の香り。そんなよもぎと契約を結んだ鶏肉はお皿の上に確保される。トロトロなんはスープだけじゃなく、ほら肉も滑り落ちんのよ。この柔らかさは時に説得力にもなる。熱をパクリ。無我夢中で食べてると思い出す。そういや持ってきてくれた店員さん言ってたな。忘れてた。よもぎの前で頭が空っぽになってたみたい。この器の意味よ。金ピカ。いやそこちゃうねん。そう、塩コショウ入れてくださいね言われてたんよ。こっちは塩やな。見てわかるように普通の生成塩ではないのよ。そしてその上には胡椒を一振り。おまけの一振り。そんな塩コショウにお肉をちょこんちょこんとつけていく。縦長になろうが崩れようが下からガブリとかぶりつく。塩コショウをつけると肉の味がしっかりしてきた。骨は鶏の置き土産。もう一本の大きな骨の肉もしゃぶりつき、そこに残る余韻を確かめる。となると動くよね。傾いちゃうよね。ガマちゃんは元気に飛び跳ねる。これは魂の給水所。今日の俺の魂はこの中にある。これだけ見ると魔法使いみたいやけど、魔法は正解かもしらん。ぐいっと飲むと苦みはなく、ただただ深い。ほらな、これが静かな薬草。いや、鳥は静かにしてられへん。ええ匂いしてきた。これはもしかして俺のとこに運ばれてくるやんか。コケコッコーが鳴り響く。うわ、
露してるわ。スーパーマリオのハンマーブロスやでこれ。そんなくだらないコメントは投げ捨て鶏肉を裂いていく。サムゲタンの中の鶏肉とは違って結構しっかりとした鶏肉。夫婦をするがどうやって食べるか迷ってるご様子。かぶりつく。しっかりとした歯ごたえの鶏肉はなんともジューシー。軟骨までポリポリいってしまう。そしてなんといっても油で揚げたフライドチキンとは違うこの皮のパリパリさ。だから俺チョンギクイ好きなんよ。こういうのは手で大胆にいかんとあかん。そうやって食べるとより一層油がにじみ香ばしさを感じる気がする。食らいついた先はパリパリの皮。この食感のコントラストが抜け出せない迷宮に連れていく。パリパリポリポリと俺が鶏ガラになってしまうかのように骨から肉だけをかじっていく。ごっきょー。この大根の漬物、チョンギクイと一緒に運ばれてきたんよ。シャキシャキとした食感が脳の中を響かせながら口の中をさっぱりとさせてくれる。あれ、これは何？ヌルンジか。ええやん。よくヌルンジ飛んだみたいなのあるよね。あれ俺好きなんよ。ザクッとしたおこげの香ばしさ。ここのチョンギクイは隠し財産を持ってたということか。なんとも憎いなこのメニュー。俺の好みをついてくる。好きこれ。ちょっと待って。また隠し財産。ニンニクも入ってた。相続税もかからない隠し財産に舌包みを打ちながら、ちょっとビール飲みたいななんて思ったけどダメ。ガマちゃん大激怒。ゆっくりとガマちゃんをなだめるようについていく。完全なるマルボのスペシャルコースの完成。一杯入れたらよもぎのスープ。正直これ冬に食べてもよもぎやからずっと体あったかい気するわ。次はこの胸肉の部分。この手羽の部分は個別にパリパリと生かしていただく。この食感がまたなんとも心地いい。そして残った部分は一緒に出していただいたこのマスタードソースにいきなり黄色の衣をまとった鶏肉。そいつを大きくガブリとかじる。さっきの足の部分とは違うしっかりとした食感。再びマスタード。元々の鶏肉の味にマスタードの香り。いつの間にか俺は黄色い衣を羽織り養鶏所で鳥を追いかけている。もう両手が塞がってもひたすら鳥を追いかける。もうこんだけ鶏肉食べてたら再来年の夏まで生きていけるな。こっきよー。今日俺はこのお店に結構暇な時間帯を選んできたんやけど、それでもひっきりなしにお客さんが入ってくる。店内も衛生的で働いてる方たちもすごく親切。しかも3代続く歴史のある店。メニューも他のサムゲタン屋さんとは違って一風変わったサムゲタンを食べることができる。よもぎのサムゲタンって最初はちょっとびっくりしたけど、これが結構癖になんのよ。スープがとろっとしてんのもまたよし。唐辛子が動くときは俺の気持ちが最高潮になってる証拠。残りもぐぐっと飲み干していくと、俺は鳥人間として羽ばたいていく。地に足がついてないっていうことや。やっぱりこの店俺のことよう分かってるわ。焼け酒の一杯。唐辛子も焼け食いのポリポリ。トゥッペギの中もだいぶ寂しくなってきたな。まあ心は満たされてんねんけどね。そんな時衝撃が走る。やってもうた。気持ち程度残ってるお肉を分離させて、こいつなんよ。まだまだ間に合う。オープン。もち米。それをトゥッペギの中に静かに沈める。そしてその中で混ぜ混ぜ。草原の上で寝転がるもち米。そうそう、こいつも入れたい。ニンニクキャッチ。一粒ずつよもぎの中へ沈めていく。嬉しさがにやけとして顔に出る。そんなニンニクも一緒に一すくい。そろそろラストに近いこの雰囲気。それにふさわしく鶏の旨味もよもぎの香りも全てを吸ってる。一粒の夏目。飾りやないんやという思いがこの甘さからも伝わる。再びニンニクとともに。鶏肉がなくなったからか、もち米はいきなり主役級の顔をする。そのまま流れでニラの和え物。
まだまだほんのり手に伝わるトゥッペギのぬくもり。直飲み。これが一番うまいのよ。静かに継がれるガマちゃん。ただ俺の目はその次を見ていた。ラスト一本になってしまったチョンギクイ。ガブリとかぶりつく。正直こういうチョンギクイは少し冷めてもまたうまい。フライドチキンにはなかなかできない技。そしてググッと飲み干す。白シャツを着た3羽目の鶏は名残惜しさでガブッと食べる。残った鶏肉をマスタードにもくるっと包み、骨に吸い込まれるように食べていく。2、3人で来たら頼みたい一品。チョンギクイ。うまかった。コッキヨー。なんだかんだでこのヌルンジもええ味出してた。このカリカリとした食感を心に秘め、エンディングに花を咲かせていく。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。皆さんも夏バテになりそうやったら、コッキヨーって叫んでいこうぜ。だから最後の一滴まで。ほら、なあ、結構広めのお店やねんけど、もう満席になってる。みんな鶏になりたくてしゃあないんや。そんな先輩鶏の最後の一杯。やっぱりこれだけは残されへんよね。このよもぎのサムゲタンは疲れた時にもよう効く一杯。疲れた時はボンナルじゃなくてもまた食べに来よう。緑の草原が胃の中に入っていった。巨泥駅にあるサムゲタンのお店。松の実、緑豆、そして今日食べたよもぎのサムゲタン。チョンギクイもええ味出してる。店の壁に書かれた歴史が詰まった一杯。そんな3代続くサムゲタン。この夏も無事に乗り切れそうや。いやー、大満足や。そんなええ気分で帰ってんのにいきなり目に入ってきたこの文字。申請始まったんよね。生活支援金使用可能みたいな意味やねんけど、俺対象外やって。税金も払ってんのに。俺ここで泣いていい？ここにも書いてる。永住権か結婚移民ビザがないとあかんらしい。俺芸術ビザやからな。芸術って腹減るよな。こんだけ食べといてなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。잘 먹었습니다